匹の魚たちが一緒に生活をするこの大きな水槽で、まずはじめに餌を受け取るのは現在水槽上の方で集まっている小さなマイワシたちです。とても警戒心が強く、ダイバーどころか他の魚ですら簡単に近づくことはできませんが、この後登場する餌を持ったダイバーにだけは少し違う反応を示します。それでは水槽中央上のあたりにご注目ください。ダイバーの登場です。さあ、餌を持ったダイバーが勢いよく水槽内へ登場しました。手にはマイワシ専用の餌を持っています。ダイバーの登場に少し驚いた様子のマイワシですが、ここから徐々に動きに変化が出てきます。それでは約2万匹のマイワシと動きにご注目いただき、イワシタイムをお楽しみください。持ってきた餌は全て与え終わったようです。いかがでしたか？小さなマイワシたちがダイバーをすっぽりと取り囲む姿には迫力がありました。ですが餌がなくなってしまえば、ご覧の通りもうマイワシからダイバーへ近づくことはありません。イワシタイフーン限定の姿をお楽しみいただきました。さてダイバーは一旦水面へと上がり、今度は大きなバケツを持って水槽の中へ戻ってきました。ここからはマイワシ以外の魚たちにも餌を与えていきますよ。さてそれではまず本日のダイバーをご紹介します。今日のダイバーは女性ダイバーで中村。またこの時間のお話は私明石が担当いたします。短い時間ではございますが、どうぞ最後までお楽しみください。さて早速、餌を持ち帰ったダイバーのもとには大きなマダラトビエイというトビエイの仲間が続々と集まってきています。いつもダイバーのもとへ真っ先に餌をねだりに来るのがこのトビエイの仲間なんです。ダイバーの手元からもふもふと餌を受け取っているようですね。こちらはマダラトビエイと言います。背中に白い点々模様、まだら模様があること、そして羽ばたくように泳ぐ姿が鳥のトビに似ていることから、マダラトビエイという名前が付けられたようです。海洋大水槽にはマダラトビエイの別にもう一種類、ナルトビエイというトビエイも生活しています。ナルトビエイはマダラトビエイよりも一回り体が小さく、背中に何も模様がないのが特徴です。今ちょうど中村ダイバーの手元で必死に餌を受け取ろうとしているのがナルトビエイです。さあ、ナルトビエイとマダラトビエイ、簡単に見分けることができますので、ぜひ皆さんも餌付けの時間見分けてみながらお楽しみください。さて中村ダイバー、マダラトビエイたちに餌を
切り身、丸ごと1匹のアジやイカの胴体などが入っています。ダイバーたちは餌を与えたい生き物の口の大きさに合わせて餌を与えていくんですよ。さて、辺りを見渡している中村ダイバーのもとには、初めと同じようにマダラトビエイが餌をねだりに来ています。トビエイたちは自然界では砂に鼻先を押し当てるようにして砂の中の二枚貝を探して食べています。大量大水槽でダイバーへ餌をねだるときは、自然界と同じようにプニプニとした鼻先をダイバーの体やバケツに押し当てるようにして餌をねだるんです。トビエイたちの鼻先、とっても柔らかくてずっと触っていたいくらい気持ちがいいですよ。さあ、続いてやってきましたのは小さなナルトビエイです。魚の切り身を受け取ったでしょうか。中村ダイバーは水槽中央へ移動しました。次はどの生き物に餌を与えるでしょうか。この時間、ダイバーは一人でこの水槽のすべての魚たちに餌を与えるわけではありません。概要大水槽には初めにちょこっとご紹介しましたが、全部で2万匹以上の魚たちが一緒に生活をしています。すべての魚たちにどうぞと手渡して餌を与えているととても時間が足りませんので、この水槽では週に3回水槽の上からたくさんの餌をばらまくようにして与えています。そうしたばらまかれる餌を上手に食べられない生き物、また興味を示さない生き物、そしてそれだけでは餌が足りないという生き物たちに関しては、ダイバーが毎日水槽に潜り、しっかりと手渡しで確実に餌を与えていくんです。マダラトビエイやナルトビエイなどのトビエイの仲間もその一種類。24時間休むこともなく羽ばたくように泳ぎ続けますので、エネルギーをたくさん使うようです。毎日たくさんの餌を手渡しで確実に与えています。さて、中村ダイバーの目線が再び上へ向きました。そろそろ次の生き物に餌を与えに行くでしょうか。さあ、中村ダイバーがゆっくりと向かった目線の先にいるのは、この水槽で一番体が大きなサメ、シロワニです。さあ、ちょうどイワシの陰に隠れてしまいましたが、今ちょうど中村ダイバー、シロワニの口元に餌を差し出していたでしょうか。ところがシロワニはお腹が空いていなかったようです。そのまま餌なんて知りませんというふうにスーッと泳ぎ去ってしまいました。さあ、この後も中村ダイバー、再びシロワニに餌を与えに行くでしょうか。シロワニという大きなサメの仲間、体は大きいですがとっても小食なサメなんです。毎日餌を食べるとは限りませんし、餌を食べないという日が1週間から1ヶ月続くことも珍しくはないくらいなんです。ちょっと意外ですよね。さて、中村ダイバー、まだキョロキョロと水槽内を見渡しています。まだバケツの中にもたくさん餌が残っていますが、イワシ台風の終わりの時間があっという間に近づいてきてしまいました。ダイバーはこのまま餌がなくなるまで餌付けは続けていきますが、マイクを通してのお話は一足お先にこの辺りでおしまいにしたいと思います。この後ダイバーは水槽の中から皆様に手を振ってご挨拶を行います。会場の皆さんの様子、しっかりと見えておりますので、ぜひ大きく手を振ってお別れをしてみてください。本日のイワシ台風